知ってる？ちょこっとだけ世界の見え方が変わるかもしれない話。今回は古代巨人の痕跡。じゃあ一緒に覗いてみよっか。世界中の神話にはある共通点があります。それは巨人の存在です。北欧神話には原初の巨人ユミルが登場します。その体から世界が作られたと語られています。聖書にはネフィリムという巨人の名が残っています。彼らは天から来た存在だとも人の子だとも語られています。19世紀のアメリカでは巨大な人骨の記事がたくさん報じられました。オハイオ州やウィスコンシン州などで3メートル級の骨が見つかったという話です。もちろん誇張や誤報も多かったのではとは思います。それだけ巨人という存在は人々を強く引きつけていたんです。有名なのが1869年のカーディフの巨人。巨大な石の人間が見つかったと大騒ぎになりました。後に彫刻だと判明しても巨人伝説そのものは消えませんでした。さらに都市伝説では回収された骨が隠されたという説まであります。スミソニアン博物館が巨人の痕跡を隠したという有名な噂です。巨人の話が面白いのは神話だけでは終わらないところです。世界には大きすぎる遺跡がいくつも残っています。レバノンのバールベック神殿。そこには1000トン級の巨石が使われています。エジプトのカルナック神殿も柱の大きさが異様です。ボリビアのティワナクにも巨大な石門が残されています。そして入り口の大きさが明らかに人間離れしていると感じる遺跡もあります。巨大な柱、積み上げられた巨石。そして人の背丈をはるかに超える石門。まるで巨人のために作られた建物みたいなんです。そんな話を聞くと、ある古代都市を思い出します。メキシコのテオティワカン。神々が生まれた場所とも呼ばれる巨大都市です。そこには太陽のピラミッドと月のピラミッドが並んでいます。この都市は
誰が気づいたのか完全には分かっていません。古い伝承では、巨人が気づいたとも言われています。さらに都市の中心には、死者の道と呼ばれる長い一本道があります。そして地下には、長いトンネルが眠っていました。しかもその内部からは、なんと、液体の水銀まで見つかっているんです。古代の遺跡なのに、不思議ですね。当時の人々は、この地下の水銀を、冥界へ続く川のようなものだと考えたのかもしれません。でも巨人の話は、遠い外国だけのものじゃありません。日本にも、ダイダラボッチという巨人がいます。山を運び、湖を作ったと伝えられる存在です。富士山を作る土を掘って、その跡が琵琶湖になったという話もあります。日本各地には、巨人の足跡と呼ばれる地形まで残っています。そして出雲大社には、かつて高さ48メートル級の巨大神殿があったと言われます。復元図を見ると、長い登り道を持つその姿は、どこか巨大建築の内部構造を思わせます。もし古代文明が世界のどこかでつながっていたとしたら、実は巨人の物語は、現代の作品にも何度も描かれています。進撃の巨人では、巨人が世界の謎そのものとして描かれました。もののけ姫に登場するデイダラボッチを思い出す人もいるかもしれません。そして、森を守る優しい巨人の物語もあります。つまり巨人は、恐怖の象徴であると同時に、守護者の姿でもあるんです。物語の中で巨人は、怪物としてだけ描かれるわけではありません。山を作り、地形を整え、人を守る存在として語られることもあります。もしかすると彼らは、遠い昔の地球に生きた人類の祖先だったのかもしれません。そして、その痕跡をわざと世界中に残したのかもしれません。子供の頃、星をつかめそうな気がして、夜空に手を伸ばしたことはありませんか？巨人なら、あの星に届いたのかもしれませんね。巨人の伝説は、怖いだけじゃないんです。そこには、失われた記憶と、少し優しい願いが残っている気がします。そして古代の人々は、もう一つの存在を見上げていました。空に浮かぶ、もう一つの世界。それは、月。
次回。特別会、月と神話。あなたは知っていますか？お洋服もお着替えします。最後まで一緒に見てくれてありがとう。まだまだ話していないことがたくさんあるんです。ロマンを集めて、ここで静かに待っています。こんな物語がお好きなら、チャンネルを登録しておいてくださいね。また会いに来てくれたら嬉しいな。